ここは東京の中心、千代田区の一角。レスキュー隊がはしごを下ろした先にいたのは一匹の猫。1週間ほど前から猫の鳴き声を近所の住民が聞き、こちらのビルの地下にいるのを見つけました。レスキュー隊までも出動して無事に保護したのは、推定年齢4ヶ月、痩せこけたメスの子猫でした。ビルの地下から保護した猫を引き取ったのは、千代田区で猫の保護活動をしている千代田にゃんとなる会です。千代田にゃんとなる会では、保護した猫のシェルターを秋葉原と神田神保町に2カ所展開しています。2001年の発足から現在までおよそ1000匹を超える猫を保護してきました。現在は15匹の猫がシェルターで暮らしています。こちらはステラちゃん。コロナ禍で世話をしていた人たちが勤務できなくなり、2021年に保護されました。推定15歳のメス猫です。とってもおとなしくて人に慣れている猫ちゃんです。アトムくんは推定3歳のオスです。保護や手術を継続して猫がいないと思われていた秋葉原駅の高架下で保護されました。ふわふわで大きな体が自慢。おっとりとしていますが慎重な性格です。お花ちゃんはメスの15歳。区内で一人暮らしだった飼い主が救急搬送され、マンションに取り残されました。意識を取り戻した飼い主がかかりつけの動物病院に連絡をして、千代田にゃんとなる会が保護しました。ここに来る理由は様々ですが、原因の多くは人間が作っています。こうした保護猫の問題は以前よりは減ってきてはいますが、未だに全国的な問題となっています。令和2年度は全国で44,798匹の猫が保護され、そのうち里親に引き取られるなど譲渡が決まった猫は25,130匹、殺処分されている猫は未だにおよそ2万匹にも上ります。しかし千代田区ではにゃんとなる会などの活動が実を結び、平成23年から11年連続で1匹も殺処分は行っていないんです。そんな千代田区でも毎年保護される猫は後を絶ちません。にゃんとなる会だけでも今年およそ100匹の猫を保護しました。令和4年5月、千鳥ヶ淵緑道横のインド大使館の近くで1匹の白猫が保護されました。体は雨に濡れ、体力もなくなっていました。白猫は動物病院へ運ばれ、すぐに治療が始められました。こちらの動物病院では積極的に保護猫の治療に取り組んでいます。雨に濡れ汚れていた白猫の体には鳥もちも付着していました。食べ物を求めているうちに害虫などを駆除するための鳥もちにかかってしまったようです。インド大使館の付近で保護されたことから、この猫の名前はインディラと名付けられました。年齢は推定1歳、性別は男の子です。治療を行った柴内院長に運ばれた時の様子を伺いました。
ちゃんはどうしてそういうふうに例えば捕獲をされてで運ばれるか全く理解できませんのですごく不安だと思いますし、でここに到着した時も非常にジャンプして逃げようとするというそういうような態度が見られましたね。まず猫ちゃんはすごく今鳥もちがついてて、しかも汚れがついてしまっていたのでだいぶ黒っぽくなってましたし、今もう信じられないほど白くなったところなんですが、あれで毛が生え揃ってきてお顔ももっと綺麗になると非常に美しい猫ちゃんになると思うんですね。良い形で人に慣れてもらえれば非常に良い家族の一員になれるとは思います。インディラ君はその後も時間をかけて治療が続けられました。いっぱいこの辺に粘着質がついちゃってかわいそうだね。お利口さん、大丈夫大丈夫。鳥持ちで汚れていた体も次第に本来の姿に戻ってきているようです。インディラ君が保護され動物病院で治療を受けてからおよそ1ヶ月、無事に退院して秋葉原にある千代田にゃんとなる会のオープンシェルターに引き取られました。あんなに汚れていた体も本来の真っ白な綺麗な姿に。しかし人が怖いのかまだ怯えている様子。インディラちゃんやっぱり嫌な思いをしたのか、最初は怖い猫ちゃんだったんです。で人に慣れてくれるかなと、それで結構心配しながら秋葉原の方が部屋が空いてたのでインディラちゃんは向こうに出たんです。まだ人に慣れていないようで餌をあげてもすぐに食べようとはしません。慣れるまでまだまだ時間がかかりそうです。ある日、神田神保町のシェルターを訪ねてきた人たちがいます。こんばんは。よろしくお願いします。神奈川県からやってきた三口さん親子です。三口さんは以前アメリちゃんと花子ちゃんという2匹の猫を飼っていました。2匹とも保護猫です。ですが1年前に白猫の花子ちゃんが病気で亡くなってしまい、今回も保護猫を探しにやってきたのです。うちの親戚がアメリカに住んでるんですけど、アメリカで猫飼う時はもうなんでしょう、そういうシェルターからもらうのが普通だよって言われて、そんなところがあるんだって思って、それで初めて知って、で近くのところに見に行って2匹迎えて、でもそれからはもうやっぱり次迎えるとしてももう保護猫だろうなって思ってました。花子ちゃんが亡くなってから1年、そろそろもう1匹飼いたいと思っていたところ、にゃんとなる会のホームページで花子ちゃんにそっくりな白猫のコットンちゃんを見つけ、里親になることを希望。面会に来たのでした。かわいいね。気になっちゃう。コットンちゃんをすっかり気に入った水口さん親子。引き取りたい気持ちがいっぱいなのですが、譲渡にはいくつかの条件があります。条件が多いように思われますが、これはすべて猫と人両者の幸せを願ってのことなのです。譲渡に向けて面談が始まりました。お子さんたちはじゃあ生まれた時から猫がずっと。自宅の様子や花子ちゃんを飼っていた時の状況などを確認します。そうした中で三口さんには一つ気にかかっていることがありました。それは今飼っている14歳のアメリちゃんの存在。三口さんはコットンちゃんを引き取った時、
アメリちゃんと仲良くできるか心配していたのです。アメリちゃんは今14歳で、はい、どんな感じなんですか、健康状態は。何にも問題なく元気ですね。新しい猫の受け入れって結構大きなストレスであることは間違いがないんですね。まあでもおっしゃるそれかなって。およそ1時間後、面談が終わりました。こう先住猫を大事にして、でこうまたいずれ次の出会いにっていうことを、こう改めて教えていただいたなっていう感じなので、とっても勉強にもなりましたし、すごく自分たちの思ってた気持ちっていうのもこうなんでしょう、言っていただいたっていう感じがして、今日も来れてとっても良かったなと思いますし、子どもたちにとってもすごく良い経験させていただいたなと思ってます。古川さんからは高齢のアメリちゃんにかかるストレスなどのアドバイスをもらい、今回の譲渡は見送りとなりました。今回は見送られましたが、条件を満たし里親に引き取られ幸せに暮らす猫もいます。こちらはダージリンくんです。お迎えして2日間はケージの隅で静かにしていたのですが、3日目からは部屋を散策したり、ご飯も食べてくれるようになり、おもちゃで遊んでくれるまでになりました。今では大切な家族の一員です。そして一度に2匹引き取られたモーちゃんとフクちゃんです。飼い主さんは、人間の都合で保護猫になってしまった数多くの猫がいますが、群れることも一匹の寂しさも知っている保護猫は、共に暮らす伴侶として愛すべき存在であり、楽しさと安らぎをもたらしてくれると感じています。10月、インド大使館前で保護され、秋葉原のシェルターにいるインディラ君を訪ねてみました。そこにはシェルターに来た頃とは違い、怯えている様子もなく、白さを増して綺麗になったインディラ君の姿がありました。先輩猫とも仲良くやっているようです。人に甘えることも覚えました。1ヶ月ぐらいでみるみる慣れてくれて、あれだけひどい状態だった猫ちゃんで、もうベタベタだった子が今ではピカピカに中でよく遊んでます。まだ1歳になってないと思うので、本当に早くお家を決めてあげたいなっていうのがインディラちゃんですね。人にも慣れ始め、シェルター内の猫とも仲良くなり、環境の変化にも対応してきたインディラ君。あとは譲渡先が現れるのを待つばかりです。人間の身勝手で保護猫になってしまった猫。そうした猫のために私たちができることもあるはずです。猫の幸せのために考えることも必要ではないでしょうか。